こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。本日はですね、我が家の、このトレーニングルームのご紹介をしていきたいと思います。で、以前にもですね、トレーニングルームのご紹介はしているんですけれども、でその時からすごくたくさんのものが変わったっていうことはないんですけど、ただ大きいものが変わってこの部屋の見た目が、大きく変わったように見えるっていうところと、あと細かいものもちょこちょこ変わってるところもあるので、今回改めてご紹介していきたいと思います。ご紹介する商品に関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからサイズとか価格とかご確認いただけたらなと思います。ただですね、我が家のトレーニングルームって1回でまとめて物を買ってこの部屋を作り上げたっていうよりも、すごく時間をかけて年数をかけて、集めたものがここに集まっているっていう感じなので、もうすでに売ってないものもあったりとか、あとモデルチェンジしてたりとかっていうものもあるので、すでにもう同じ商品がない場合は私が分かる範囲でモデルチェンジした近い商品だったりとか、今の私やったらこれを買うかなっていう商品を、リンクで貼っておこうと思うので、そちらを、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介していきます。我が家のトレーニングルームはこんな感じになっておりまして、実はこの部屋はもともと主寝室として作られた部屋なんですね。もともとここの部屋にはベッドがあったんですけど、それを、もう捨ててしまって、私たちは布団で寝るようになって、でこの部屋を、ベッドの代わりにトレーニンググッズをたくさん置いてトレーニングルームにしたっていう感じになってます。この部屋で一番目立っているであろうこちらですね。見ての通り一番上のバーを持って、懸垂をすることができるんですけど、私は懸垂ができないので、バンドを上のバーにくっつけて懸垂の練習をすることもあるんですけど、バンドを引っ張って背中のトレーニングをよくしています。でもともと別の懸垂をする器具があったんですけど、こちらに変えた理由としては、ここにバーベルのバーを置けるラックがついてるんですね。でここと下とついていて、でこんな感じで、バーベルを置けるようになったので、これがあるおかげで、スクワット、バーベルスクワットができるようになりました。で下の、こっちに引っ掛けると、ベンチプレスができるようになったので、これのおかげでトレーニングの幅が、広がりました。で全然やらないんですけど、例えばここの低いところにバーを置いたら、これで車検水とかもできたりするかなっていうふうに思います。器具の高さも変えられたりもしますし、あとこのラックの場所も穴があっていろいろ変えられるので、ご自身の好きなように調節もできるんじゃないかなと思います。そしてベンチです。これもね4つ、角度が変えられるようになっていて、こんな感じで、使えます。こっち側も変えれます。ここですね。ここで変えられます。でこの辺に細々としたものがあって、これはまた後で最後にご紹介します。こんな感じでバーベルの、バーだったりとかプレートですね、収納しています。バーはまっすぐのものと、あとこのなみなみのものと、これですね、こんなのと3種類持っています。でこれですね、プレートが滑り落ちないようにするやつですね。
このプレートは近所の、ホームセンターで購入しました。可変式のダンベルが2つあります。こんな感じで重さを変えられます。一番軽いのが 2.5 キロで、一番重たいのが24キロまで、使えます。そしてここにルームバイクがあります。最近ね、よく夫が使っていて、下半身の筋肉をたくさん動かすとすごく汗が出て、燃えるっていう風に言っています。そしてここに私がよく使っているバンドを引っ掛けています。でこの3本は、こんな感じで輪になっています。でこれ本当は4本セットで買ったんですけど、このね赤と紫の間にもう1本黒いのがあったんですけど、それを一番よく使っていて、で使ってるうちに切れてしまって、今は紫のをよく使っています。で黒を切れた時にめっちゃ使ってたんでうわって思ったんですけど、それをきっかけに、紫にレベルアップできたので、それはそれでいい機会だったのかなっていうふうに思っています。ただ結構これ重たいので、女性の方がトレーニングするのであれば最初はもしかしたら赤と黒の2本でもいいのかなっていうふうに思います。単品でもね売ってると思うので、最初から4本揃えなくてもいいかもしれないなと思います。そしてですね、我が家にはこの黄色のバンドもあって、でそれもあって、黒が切れてしまっても特に困らなかったっていうのもあるんですけど、これは輪にはなってないんで、ただこの1本で使ったりとか2本重ねて二重にして使ったりとかっていうのができるので、その切れてしまった黒いのと、近い強度で、トレーニングすることもできるっていうところで、特に困らないっていうのもあって、この黄色のバンドもよく使っています。でこの黄色のバンドは夫が大学生の時から持っているものなので、本当に私はトレーニングの初期の初期からこのバンドにはすっごいお世話になってて、本当にこれあると背中がめっちゃ変わりました。なので、最初4本とかたくさん揃えるの大変かなって思う方はこれ1本で強度も変えられるので、これ1本あっても十分トレーニングはできるかなと思います。そして細かいものたちですね。これはウォーターバッグで、ここの中にお水が入っていて、空気が入ってます。でこれ、我が家は15キロぐらいの重さにしてるんですけど、自分で好きな水の量に調節できるので重さも調節できて、でこの中でね水が動くのでバーベルみたいなウェイトの役目もしつつ、中で水が動くので体幹のトレーニングもできるっていうものになっています。でこれはバンドですね。いつも私がお尻のトレーニングの時に使っているバンドです。でこれがアブローラーですね。これは100円ショップに売ってるお菓子作りとかでクッキーとかの生地を伸ばす綿棒なんですけど、こんな感じで、バンドに引っ掛けて引っ張ることで背中のトレーニングができるので、本当はお菓子作りのものなんですけどちょうどいい大きさなので、これをトレーニングに活用しています。これは3キロのダンベルです。これはもう本当にめちゃくちゃ古くて私の実家にあったんですけど、もう30年以上前のものなんですが、実家では使わないので持って帰ってきました。このダンベルがあるんですけど、こっちの方がコンパクトで使いやすいのでよく使っています。そしてこれは私は全然使ってないんですけど、夫がバーベルを使う時に時々使っています。これはバーベルを使う時のクッションです。でこれはプッシュアップバーですね。これも私は全然使わないですけど、これで高さを出すことで深く腕立て伏せができるので夫が
使っています。これもプッシュアップバーと同じようなこともできるんですけど、ここがぐらぐら動くので、これで、ハイプランクとかすると体幹がまた、鍛えられたりとかできたりとか、あとそうこの下の部分が外れるんですね。こんな感じで。でここがくるくる回るので、角度を、体を動かしながら手の角度を変えてプッシュアップもできるっていうもので、私は全然使いこなせてないんですけど、夫が使っています。あとはダンベルとかバーベルがめちゃくちゃ重たい時に、パワーグリップを使ったりですとか、あとこんなのもあるんですけど、これはこんな感じで、引っ掛けて懸垂を手の幅を狭くしてやったりですとか、あとバーベルにつけて、引っ張ったりだとか、そんなことができるものになるんですけど、私は全然使いこなせないので、これは使ってません。この部屋には置いてないんですけど、ヨガマットとフォームローラーも、よく使っています。ヨガマットは私はどこかに持っていて使うとかっていうことがないので、大きさとかは特に気にしなくていいので、分厚いものを使っています。でどうしても腹筋のトレーニングをする時に仰向けになったりすると骨盤周りの骨が下が硬いと痛かったりするので、そういうのを防ぐために分厚めのものを使うようにしています。であとフォームローラーは、こんな感じで長いものを使っていて、短いものもあればあったで便利だとは思うんですけど、これに関しては我が家の場合は大は小も兼ねているっていう感じで、特に問題なく使えてるのかなと思うので、長いタイプを買ってよかったなと思っています。はい、我が家のトレーニングルームをご紹介させていただきました。これからトレーニンググッズ揃えていきたいなという方の何かご参考になったら嬉しいなと思っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。